息子の嫁である理恵子さんには、結婚後、冠婚葬祭以外は私たちに会わないと宣言された。しかし、理恵子さんは自分の困った時だけ私と夫を頼ってくる。非常識な理恵子さんの態度に呆れた私たちも距離を取るようになった。息子がそれで幸せならそっとしておこう、そう思っていたのに、理恵子さんは最後の最後まで息子をバカにしていた。優しすぎる息子にももちろん非はある。しかし、取り返しのつかないことをしでかした理恵子さんにはしっかり責任を取ってもらうつもりだ。私の名前は早苗。夫と二人暮らしをしているパート主婦だ。一人息子のタケルも立派に育ってくれて、3年前に結婚もしてくれた。あとは夫を定年まで支え、夫の定年後は二人でのんびり旅行をすることが目標だ。欲を言えば、できたら孫が見たいけれど、孫は息子夫婦のタイミングや事情があるだろうし、変に期待をしてプレッシャーはかけたくないと思っている。それに正直な話、息子のお嫁さんである理恵子さんとの関係はあまりうまくいってなかった。結婚して3年経つが、結婚の挨拶と結婚式以降は1年に一度会うか会わないかの関係だ。できれば仲良くしたいという気持ちはあったものの、結婚当初から理恵子さんには頻繁に会うことを拒まれている。息子と結婚してから一度一緒に食事でもと思い、息子夫婦を我が家に招待したが、結局来たのは息子だけだった。理恵子とは冠婚葬祭以外は会うことはないと思う。お歳暮とかそういうのも送ってこなくていいって。気を使いすぎるところがあるから負担になるみたいなんだ。申し訳なさそうに話す息子に、私と夫は顔を見合わせた。まるで今後付き合いを一切したくないと言われているようなものだったからだ。そうよね。いきなり誘ってびっくりしちゃったわよね。苦笑いで息子にそう返事をしたが、内心は少しショックだった。でも確かに結婚したからといって全然知らない夫の両親をいきなり家族だとは思えないだろう。昔は結婚後すぐに同居することも珍しくなく、夫の両親は大事に扱うのが当たり前とされてきた。しかし、個人を尊重される今はそんな考えを持つ必要はないのかもしれない。もちろん配偶者の両親だからと最初から慕ってくれる人もいるだろうが、みんながみんなそうではないのだ。私だって夫の両親には親切に心がけるようにしていたが、最初から家族とは思えなかったはずだ。義両親の性格も結婚してから初めて知るわけで、実際いろいろな葛藤もあったし、理恵子さんの考えは理解できる。あまり会えないことは少し寂しく思ったが、それもまた今の家族のあり方なのかもしれない。そういう考え方もあるだろうねと夫と話し、息子夫婦のことは遠くから見守る形でいようと思っていた。ところが、理恵子さんと会う機会はないのに、私と夫は理恵子さんに振り回されることになる。息子が結婚して1年が経った頃、理恵子さんの父が倒れて入院してしまったと聞かされた。その時に治療費が足りないと息子から頼まれて50万ほどの援助をしたのだ。息子からはお礼を言われたが、理恵子さんからは一言も連絡はないし、術後の経過なども全て息子からの伝言だけ。いくら私たちと関わりたくないとはいえ、お礼くらいするのは常識なのではないかと思ってしまう。一度お見舞いに行こうとして息子の自宅へ電話をしたことがあるが、電話に出た理恵子さんは明らかに不満そうだった。お見舞いなんて、父も気を使うのでやめてください。もう大丈夫ですから。そう言って電話を切られてしまった。いくらなんでもこんな態度はあんまりだ。そのことを息子にやんわり伝えてみたが、どうやら息子は気の強い理恵子さんの言いなりになってしまっているようだ。奥さんが家で強いと家庭がうまくいくなんていう話もあるが、息子夫婦はまた別の話のような気がしてくる。一応息子から注意はしてくれるそうだが、当てにはならないだろう。そんなことがあって、私も夫も理恵子さんに対してはあまりいい印象を持っていない。そしてまた数ヶ月後に理恵子さん関連で事件があった。いきなり着払いで使い古したテーブルやソファーなどが息子から送られてきたのだ。一体何事かと思い、送り主である息子に連絡すると、息子も全く知らなかったようで、急いで理恵子さんに連絡してもらった。すると、家で使わなくなったものを我が家で使ってほしいと送ってきたようだ。はっきり言って、
使われた家具なんて粗大ゴミだし、我が家には元から使っている家具があるので使うことはない。こんなことをするなんて、もしかして粗大ゴミを捨てることが面倒だったからではなんて、私は邪推してしまった。それに、こんな大きなものを送ってくるのならば、せめて一言あるべきだ。また、着払いをしたことによって私は数万円を支払っているし、その代金は結局息子が払ってくれた。このようなことが立て続けにあり、私と夫の中で理恵子さんは非常識な人というくくりになったわけだ。今は冠婚葬祭以外に会う機会がなくてよかったと思っている。もちろん粗大ゴミを送られてからは完全に彼女を見る目が変わってしまい、息子にも今後は理恵子さんとの関係を持ちたくないと伝えてしまった。大人げない行為かもしれないが、私も仲良くしたいという気持ちがすっかりそがれてしまったのだ。自分が困った時にだけ助けてもらい、それ以外は関わりたくない。そんな自分勝手な理恵子さんに、息子のお嫁さんだからといって私が優しくする理由はないと思う。それからは息子とたまに近況報告するだけで、理恵子さんの話は息子も出さないようにしてくれていた。また息子はその後すぐに地方へ単身赴任になった。理恵子さんは田舎に行きたくないということでついてきてくれなかったらしい。寂しそうに話す息子にかわいそうだなという気持ちはあるものの、正直なところ理恵子さんを選んだ息子には同情はできなかった。とはいえ、息子の話を聞くと、結婚前は普通の気の利くお嬢さんだったようだ。ここまで結婚後に変わるなんてと苦笑いする息子を見ると、こんな言い方はしたくないが、理恵子さんに騙されたのだろう。それもまた恋愛の一つの形なので、口には出しはしないが、我が息子としてちょっとだけ呆れてしまった。息子は優しすぎるところがある。もちろんそれはいいところでもあるのだが、親としては少々心配だった。それでも息子が夫婦としてやっていく覚悟があるなら、私たちには何も言う権利はない。ところが、息子が単身赴任になって半年後、私は緊急で理恵子さんに会うことになった。母さん、理恵子の具合が悪いらしいんだ。連絡が取れなくなったから見に行ってくれないか？焦る息子にせかされ、私は急いでタクシーに乗り、息子夫婦の自宅に向かった。そしてインターホンを押すが、やっぱり返事はない。もしかして家の中で倒れているのではないだろうか。息子が借りているのは小さな一軒家だったので、覗ける場所がないだろうかと裏手に回った。すると、ちょうど居間が見える窓があったので、申し訳ないと思いながらも理恵子さんの無事を確認するために覗かせてもらう。レースカーテンがあるのでなかなか見えないなぁなんて思っていると、突然鬼のような顔をした理恵子さんが窓辺に現れ、遮光カーテンを閉められてしまった。理恵子さん、急に来てごめんなさいね。息子から理恵子さんの体調が悪いからと連絡をもらって様子を見に来たの。大丈夫なのよね？窓越しに話しかけると、理恵子さんは少しだけ窓を開けてくれた。大丈夫ですから今すぐ帰って！その一言だけ私に伝え、窓は音を立てて閉められてしまう。大丈夫なら息子に連絡くらい返してあげたらいいのに、なんて思いながら、私はまたタクシーを拾い、自宅に帰った。そして、息子に理恵子さんの無事を伝えると、すぐに電話がかかってくる。私が家に行ったことで、理恵子さんも息子に連絡をしていたようで、先ほどとは打って変わって落ち着いた様子だ。きっと理恵子さんに義母である私を勝手に家に呼ぶなとでも叱られたのだろう。どことなくしょんぼりした声で慌てすぎていたことを謝られた。確かに急に会いたくない姑の私が外から覗いていれば、理恵子さんにとっては恐怖や怒りしか湧いてこないはずだ。私も通報されなくてよかったと心底思っている。しかしそんなことより私は気になることがあった。それは理恵子さんのお腹のことだ。一瞬しか見えなかったが、確かに理恵子さんのお腹には膨らみがあった。もちろん太ったからというわけではなく、あのお腹は妊娠をしているのだろう。それにしても驚いたわよ。理恵子さん妊娠してたのね。妊娠すら隠すなんてちょっとひどいじゃない。安定期には入ってそうだったし、伝えてくれてもよかったんじゃないの？少しふてくされたように私がそう告げると、息子は電話越しで無言になった。何の話？理恵子が妊娠？あんなにお腹が大きくなってたのに、息子は妊娠を知らないと言い出した。もしかして理恵子さんに妊娠の話をすることを止められているのだろうか。
すでに見てしまった今、嘘をついても意味はないのに、ここまで理恵子さんとの約束を守ろうとする息子に本当に呆れてしまう。いや、どう見ても妊娠8ヶ月くらいは経ってるお腹だったわよ。妊娠中だから具合が悪かったんじゃないの？妊娠を知ったからって世話焼きおばさんになるつもりはないから安心してよ。もうそうやってごまかさなくっていいから。ため息混じりでそう伝えると、息子は違う違うと言い出す。子供ができるはずないんだよ。俺理恵子と1年子作りはしてないんだ。その言葉に今度は私が固まった。じゃああのお腹は、そして子供の父親は誰なのだろう。息子でないということは他の男性ということだ。そして息子も今それを理解した。落ち着きなさい。気を確かにね。今すぐ理恵子さんに聞いてはダメよ。辛いかもしれないけど耐えて。私だって落ち着いてはいないので、息子をなだめる声は震えていたに違いない。それから私は息子とこれからのことを軽く話し合った。また息子が妊娠に気づかなかったのは、理恵子さんがダボっとしていた服を着ていたことと、いびきがうるさいからと寝室を別にされていたからだそうだ。確かに3ヶ月前なら今よりはお腹が目立っていないだろうし、触れ合わなければ何とでもごまかせるだろう。あまりにも鈍感な息子にはやっぱり呆れたが、今回のことはさすがに息子も許せるものではない。それから1週間後に息子に頼まれていたことを報告すると、離婚の覚悟はできているとはっきり伝えられた。理恵子さんの妊娠が発覚してから2週間後、私と息子、そして理恵子さんの両親を呼んで、私たちは息子宅に向かった。理恵子さんは突然帰ってきた息子や私たちがいることに驚いていたが、お腹のことがバレてしまったとすぐに理解したようだ。理恵子さんの大きなお腹を見た息子は本当に辛そうだった。そして理恵子さんの父が、これは一体どういうことかと顔に青筋を立てて尋ねる。ごめんなさい。言わなきゃいけないと思ってたけど、どうしても言えなかったの。涙を浮かべながら理恵子さんは私たちに土下座をしてきた。そしてこのお腹の中の子供は知らない男性との子であること、友人と飲みに行った帰りに酔っ払って無理やり関係を持たされたことを話した。私の危機感のなさが招いたことなので、責められても仕方がないと思います。だけど私が本当に愛してるのはあなただけなの。だからどうかしてないで。一人にしないでください。ボロボロと涙を流しながら理恵子さんは息子に懇願した。これが本当のことならどれだけ悲惨なことだったろう。かける言葉もないと私は思ってしまう。しかし私たちはそんな理恵子さんの言い訳に呆れてしまった。理恵子さん、あなたのことは調べさせてもらいましたよ。不倫相手がいるでしょ。ついこの間もこの家に来たことは知ってるの。私は息子に頼まれて理恵子さんのことを更新所で調べてもらった。その証拠写真を見せると理恵子さんの涙も止まる。さらに理恵子さんの父親の手術費用も嘘だったことを話す。病気で入院したのは本当だったが、全て保険で賄えたそうだ。つまり理恵子さんは50万を私たちから嘘をついて奪ったことになる。非常識だとは思っていましたが、ここまでひどいとは思っていませんでした。あなたはどれだけ私たちや息子をバカにするの。しっかり責任を取ってもらいますからね。そう伝えると、理恵子さんは両親によってテーブルの前に座らされ、両腕をしっかり掴まれたままペンを持たされた。目の前には離婚届、そして慰謝料請求書がある。あなた、ごめんなさい。あの人のことは本当に遊びだったの。離婚したくない。助けて。私これからは絶対にあなたを裏切らないから。理恵子さんは必死に息子に訴えかけた。どうやら本気で息子とは離婚したくはないのだろう。しかし私はその訴えすらも許せなかった。他人の子供を妊娠しても息子なら許してくれると思っているからこそ言える言葉だと思ったからだ。もう疲れたんだよ。ぽつりと息子がつぶやいた。お前のわがままや突拍子もないお願いに疲れた。結婚してから豹変したけど、それでも好きで結婚したから頑張ってきたよ。でもこんなの無理だよ。俺はお前の奴隷でも召使いでもない。俺の親にも散々迷惑かけやがって。ふざけんなよ。もう二度と顔も見たくない。一緒に住むなんて絶対に無理だ。今まで息子は理恵子さんに逆らうことはほとんどなかった。だからこそこの言葉の重みが
理恵子さんには理解できたのだろう。ごめんなさい、ごめんなさいと何度も理恵子さんはつぶやいた。しかし、息子はすぐに自分の荷物を片付け始めて、理恵子さんのことを相手にしない。もう何を言っても無駄と感じた理恵子さんは、私と両親に見つめられながら、震える手でペンを持つ。静かな文字を書く音だけが、今には響いていた。それから息子はすぐに引っ越しをし、理恵子さんは実家に帰っていった。理恵子さんの両親はすぐにでも追い出したかったようだが、妊娠中ということもあり、しばらくは家に置いてあげるようだ。また、不倫相手に責任を取ってもらおうと、両親は躍起になっているという。不倫相手はアプリで知り合った男性のようで、理恵子さんより年下らしい。独身なので確かに責任を取って父親になることもできるだろう。しかし、もちろん遊びの関係だったので、逃げ回っているようだ。申し訳ないがこちらへの慰謝料は支払ってもらっているので、正直あの不倫相手と理恵子さんがどうなろうと関係はない。二人に愛があるのならば、子供のために再婚すればいいし、逃げ続けても理恵子さんが困るだけだ。どちらにせよ、二度と息子や私たちに関わらなければどうなってもいい。そして、息子と結婚した理由はお金のためだったようだ。専業主婦になれて、自由にさせてくれる男性なら誰でもよかったのだろう。直接理恵子さんから聞いたわけではないが、更新所が不倫相手との会話を録音したものを聞いたときに、そのようなことを言っていた。不倫相手は顔がタイプだったので、その人との子供が欲しかったようだ。最後の最後まで息子をバカにした理恵子さんだったが、息子がやっと離婚を決心してくれて本当に良かったと思う。そして、息子の離婚から5年後、私には可愛い孫ができた。苦しい経験から恋愛を遠ざけていた息子だが、2年前に新しい奥さんと再婚し、今は生まれたばかりの子供と幸せに暮らしている。あの時の結婚生活がまるで嘘のように、息子は生き生きしており、やはり人は出会いで変わるものなのだと実感した。新しいお嫁さんはハキハキして明るい人だ。理恵子さんのことがあったので、あまり負担にならないようにと距離を取っていたが、家にも遊びに来てくれたり、普通に連絡を取り合えることに感動してしまっている。親切にしてくれる人には、自分も誠実になりたいと思うものだ。今度こそは夫と結婚してくれたお嫁さんと、いい関係を築くことができたら嬉しい。もちろん、常識の範囲内で、相手の負担にならないように心がけるつもりだ。そして、息子家族の幸せが続くことを見守っていこうと思う。